では皆さんこんにちは。スピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は早速ですけれども素晴らしいゲストをお迎えしております。ぜひ先生、自己紹介を。はい。サトシキリンパケアの佐藤です。よろしくお願いいたします。実はですね、この前半みたいな感じで、佐藤先生の、もう、先生のサトシキリンパケは70万を超える大 YouTube ですけれども、サブチャンネルもされていまして、そこでちょっと私が、お話をさせていただいております。なので、まだの方はぜひ前半の方も見ていただいてから、こちらの方をね、見ていただくとより理解できるんじゃないかと思いますが、まあ、早速なんですけれども、もう、早速本題に行きたいと思いますが、はい。これは私もね、お話ししていいのかどうかと思いながら話しますが、佐藤先生は私の先生術の個人セッションを受けていただいておりますよね。はい。もう何回か受けさせていただいて、めちゃめちゃよくって、ちょっといろいろ、トラブルでもないんですけども、あったんですけども、すごい、なんていうのかな。お互いに良くない時期に話を進めてしまうと、お互いに結果をこう焦りながら、結論を出そうとするんですけども、それをちょっと待てっていうことを言われて、で、それで待ってやったら、なんかお互い冷静になって、すごくうまくことが運んだっていうことがあって、もうなんか人間の波っていうのは、結構みんな一緒なんだなっていうことを、マキさんから学んだっていうことなので、自分が良くない時ってみんな良くないんだなっていうのは、ね、総じてね、まあ、全部ではないんですけども、ちょっとズレがあるんですけども、やはり、なんていうのかな、自分たちと一緒にいる人たちって、合ってるから一緒にいるんだな、ということですよね。よくあるじゃないですか。奥さんと旦那が、今日、カレーをね、作ったって言って、カレーかよ、今日昼食ったよってめちゃくちゃ合ってる。めちゃくちゃ合ってるっていうことに気づかないっていうね。見えないエネルはい。ギーではありますけど、まあ、でも実際に私たちうん。昔小学校の時も科学の時間に同じ周波数の音はこう共鳴うん。し合うとかいう科学的なうん。ところでもね学んでますから、実は見えないけれどもこう証明されている波長っていうのは話でもあるというところで、割とはい。私は先生術でそういうタイミングやるのはやるんだ、だけどそのタイミングが大事なんだよっていうこうお話をさせていただいてるので、まあ、そこを見るのも得意ですし、素晴らしかったですね。ありがと本当にうございます。物事がスルスルスルっと解決してったって感じ。まあ、なんて言うんだろうな。問題じゃなかったって話ですよね。そうですね。うん。そうです。タイミングだけのもう話だったということ結構世の中にいっぱいありますね。はい。で、あとですね、先生の、まあ、チャートを見せていただいたときに、私うん。は、もう、究極のね、これ、個人、情報ですから、うん。話しちゃいけないところがあったら止めていただいて結構あ、なんですけれども、全部オープンなので大丈夫です。はい。本当に、大志座生まれなんですよ、先生。で、先はい。生術って、一般的に言われてるの、お牛座っていうのが一番左脳が弱くてですね、まあ、感覚的な。だから、科学者とか医者とか、向いていないってこう教わっちゃうわけです、私たちは。だけれうん。ども、教わった通りに読んでると、辻褄が合わないことが出てくるんですよ。例えば、私のクライアントさん、お牛座、みんなめちゃめちゃ頭いいんですよ。もう本当にみんな。だと、こう、辻褄が合わない、矛盾がある。だけど割とスピリチュアルな世界って、無理やりぐちゅぐちゅっとほら見えないのをいいことにこう押し通すんですね。で、私はそれが性に合ってないから、矛盾があるなら矛盾を何とかしたいので、じゃあ習ったお牛座の太陽の呼び方じゃなくて、どこを見ればこの頭のいい人たちが証明できるんだよっていうふうに見ていったら、まあ、小惑星っていうのを見るとそっちが大事っていうところにたどり着いたんですね。うん。で、そういうなんかこう矛盾があるのをほっとけない質がやっぱり科学者とか研究者の人の特徴かなと私は思っていて、まあ、私はちょっともう頭がついていかなかったので物理ができなかったので研究者にならなくて、まあ、先生術研究家になったんですけど、先生はもうそれがものすごく強くて、矛盾があるのがほっとけないんで解明しようとする
これもセッションで言ったんですけど、ニュートンと全く同じチャートの配置があるんですね。アイザッあ、ク・ニュートンは。はいはい。そうなんです。だからなんかちょっとですね、本当に、あれもこう、パッと最初思いつきのようなひらめきから、あとはまあ、ちゃんと仮説を立てて、理論で実験で証明していくっていうのが科学だと思うんですけど、やっぱり思いつきもないと、今あるものじゃないことだからまだ証明されてない、そういう意味では見えていない世界に目を向けていって、そこからっていうスタートで、これってなんかスピリチュアルなように見えるんですけど、見えてない世界っていうと、でもうん。証明していくとこまでいけば、これも科学者の共通点で、それもまあ先生のチャートにすごい現れてました。ありがとうございます。本やっぱり当にね、思いつきってどっから来るのかなと思って、今の科学では言われてないことを先生思いつくじゃないですか。本当にね、世の中、意外にも、いわゆる、今、コンピューターの一番元になっている二進法っていうのも、うん。ライプニッツっていう人が液鏡から取ってきてたり、もしくは、アインシュタインやニールス・ボーアって量子力学の生みの親なんか、生みの親っていうか、育ての親っても言われてるんですけども、その人なんかも、もうほとんどお墓に、陰陽のマークが書いてあるぐらい、うん。そちらの液鏡の方に傾倒してたと。あと、ユングなんかもそうだって言われてるんですけども、非常に東洋の考え方っていうのが、実はコンピューターや量子力学の一番元になってるっていうのがあってですね。だからそういったことも含めて、何かしら、こう、違和感しかないっていう感じで、何か今あるものに対して、本当にそうなのっていうのは、すごくいつも思っています。深いですね。あと、日本がすごい関係してるんですよね。うん。日本がとにかく関係している。いわゆる、まあ僕らでいう空の構造っていうのは、神様の構造が、やっぱり一柱二柱って中心がないんですよね。で、中空構造っていうふうに、神道では言われてるんですけども、常に中心がない状態。まあ、色即是空なんかっていうのも、まあ全部が空なんだよって話をしてるし、柱っていうのが、イメージ的に僕が言う柱って、光の柱なんですよね。で、その光の柱って、蛍光灯みたいな感じなんですよね。なんか真ん中に何もなくって、光、ボワーンとこうネオンとか蛍光灯が光ってるようなイメージっていうのが、すごくライトセーバーみたいな感じで、なんか芯があるものではなくって、ボワーンとした柱が、ある程度幅のあるものがバーンと立ってるっていうイメージがすごくあって、で、全部やっていくと全部日本に、食事も何を一番取ってたらいいかっていうと、日本食に結びつくし、発酵食に結びつくし、っていう話になるし、幸せって何なのっていうことになると、やはり日本人的な体を整えるとか、武術とか武道の道っていうのもね、幅があるんですよね。筋じゃなくて道になってるって話なので、なんとか道、茶道とか華道とかっていうものは全部、すごくその道っていうのは、神道もそうなんですけども、道、はい。そう、私も数秘術も教えさせていただいてるんですけど、数秘術の概念の中で、やっぱりゼロっていうのが、まあ、基本ゼロ。で、まあ、ゼロは数字ではないけど、やっぱりそこで空即是色、色即是空っていう教えをこう習って、まあ、実は空こそ全てない。空は、輪廻転生しても持っていけるから。私たちこの世界で学んだことは持っていけるけど、まあ、式の方の、財産とか、今世で買った六本木ヒルズのマンションとかは来世持っていけないから、まあそういう意味でやっぱり空が強いっていう考え方は、なんかとても納得がいきますし、結局なんかカチカチのものより、あれですよね、本当にこう空間の空のこういう筒みたいなものの方が強いですもんね。必ず強いですね。ね、力としてはね。そういうところから佐藤式リンパケアっていうのが、育っていったんだとしたら、とても興味深いなと思います。だからそのね、見えないもの、まあ空もそうですけど、見えないものっていうものを大切にするというのも、まあ先生の本当にチャートの特徴で、そこで矛盾を解決したい、ただ理論的に説明しようとするのもそうで、それがそのまま本当に科学者の人たちが、これがどうなってるか知りたい、死ぬまで知れないみたいに研究し続けて、何か、論文を残すっていう流れ。だからもうまさに今論文を書かれてますよ。ちょっとその話をお聞きしていいですか？
はいはい。大まかでいいんですよ。どうせ私たはい。ち聞いてもちょっとわからないかもしれない。はい。大まかに何について書かれてるのか。今は、うちの、サトシキの理論っていうのは3本柱があって、うん。その柱っていうのの、柱ですね。中空の柱なんですけど、全部。一つが、筋肉を、一つが体は空でできているっていうリンパケア。一つが筋肉を緩めるっていう、筋肉を緩めて、もう柔らかく温かく軽くしていきましょうっていうのと、あともう一つが屈筋理論という、うん。筒で支えてますよ、空間が支えてますよっていうような屈筋理論なんですけども、うん。その屈筋理論がうん。かなり難しいんですよ。うん。圧力のうん。話になっジャンプをていて。するときに使う、そうですね。うん。そのジャンプを使う屈筋理論が、世の中でいう SSC 理論っていうのが今採用されている。うん。ストレッチショートニングサイクルっていうんですけども、うん。伸ばされたものが縮むっていうことによってジャンプが起こるんだよっていうのが、もう60年前からその理論が定着しているっていうところなんですけども、その筋肉を縮めるっていう考え方だと、もう縮ま合わないことばっかなんですけども、それが、筋肉を、圧力で拡張するっていう形に変えると、すごく辻褄が合うっていうところが第2章ですね。第1章がまずエネルギー収集がうまくいかない。うん。第2章が、筒で考えた圧力によって、圧力が高くなることによって、うん。ジャッキアップっていうのかな。ポンプでぐーっと筋肉を、股関節をぐーっと広げていくよっていうような、うん。だと、立ち上がる時の筋電図っていうのが、すごく辻褄が合う。言って、僕の正当性が言えたんですけども、うん。でも、それで、今までがちょっとおかしい。うで、辻ん。褄合いますっていううん。話になったとうん。ころから、第3章に入ってくると、うん。今までの論文の中で、うん。もう実験結果でほぼ出てるんですね。圧うん。倒的に足りないってことが一つ出てる。なるほど。そのうん、黒足りないっていうのは川先生。今までの私たちがジャンプするときに筋うん。肉と骨を使うっていうのじゃ足りないみたいな感じですか？そう、うん。筋肉、骨と、他にあと、もなんかが要素があそう、る。剣が弾力を持って、そのうん。弾力を使ってぴょんって飛ぶんだよってこうん。うとをん。言ってたんですね。そういうイメージあるじゃないですか。ジャンプするときってはいはいはい。ちょっと弾力使うっだからすていうイメージ。ごく私たちしゃがんで飛んだ方が多く飛べるじゃないですか。そう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 。それそれです。を使ってるってことですかね。そう、それが僕らの場合はこういう圧縮した、うん。風船みたいなものをぐっと圧縮してぴょんって飛ぶっていうのが私たちの考えなんですけうん。うども、既存ん。の考えはうん。バネをぎゅーっと引っ張ったものをぴょんと縮めることによってうん。筋肉がより多く働くんじゃないか。うん。うん。筋肉が働くって考え方がすごくやっぱ強いんですよね。うん。ジャンプするのに。うん。でも我々の場合は力をためるのに筋肉を使って、で、ジャンプするときは力抜いていくだけだよみたいな感じになってるなわけよ。るほど。うん。それがその圧力っていうそう。ことですね。圧力はエネルギーを貯めることができるのなるで、ほど。注射とぎゅーっと空気をね、止めたままそのぎゅ方が、ーっと、じゃあ、ぎゅかがんだーってやって、時にぴょんってやったら、大きくジャンプポンって、うん。できるそうそうそう、そのイことメージ。の証明にはなりますよね、先生のお話の方が。そうそうそうそやっぱり年取ると、骨と、う。うん。筋肉はもう絶対弱っていくじゃないですか。そう、頑張ったとはいはい。ころで。そうするともうはい。諦めちゃいますけど、飛ぶなんてことは。でも、はいはい。ひょっとしたら別の要素が関係してるんだったら、そこはなんとかなるかなと思ってたんですけど、筋肉すらもってこと。そうです。いろいろ調べてったら、昆虫がですね、圧力モデルで飛んでるってことは、すでに生物学者は知っていたんですね。知っていた。はい。そう。私がずーっと言い続けてた圧うん。力モデルうん。ですね。要するに、筋肉の屈筋サイドって言って、うん。関節の内側の筋肉がピョーンって伸びて、うん。ジャンプするとか、力を出すっていうことをずっと言い続けてて、それがほとんどの人が分かんなかったんですけども、実は昆虫は、バッタはピョーンって飛ぶじゃないですか。はい。あれって、ここ内側の筋肉を、ちっちゃい筋肉をギューって圧縮して、それうん。からピョーンって飛んでるってことは分かったんですよ。分かへえ。ったっていうか分かってたんですよ。分かってた分かっことが分かったてっていうこと。たことで、それぞれがこう分かっていることが、そうん。のままになっ全部がていた繋がった。んですね。うん。それをこうつバラなげてバラになってた。理論にしようという動きが今まではなかったってなかこった。とですか？だけど僕がもう筋肉は屈筋がね、袋になってて、それが膨らむことで、うん。広がるに決まってるって思ってたんですよ。はい。そうしたら、
ずっとそれをずっとやってったら、うん。人工筋肉もそうなってる、カエルからそうなってる、昆虫もそうなってるってことが分かったので、もううん。間違いなくそうなってるって感じになってます。ういや、ん。ちょっとだから私それこそ自分の話にまたなっちゃいますけど、カラーセラピーうん。を教えてる時に、一番最初うん。にカラーセラピー習った時に、うん。色のエネルギーとかファンシーなところも面白かったんですけど、一番うん。興味が持ったのが、科学の歴史の中で色ってつまり光が、最うん。初ニュートンが光は粒であると、そのまっすぐうん。進むしとか。いうところうん。から歴史上で今度はホイヘンスとか、トーマス・ヤングとかだったと思うんですけど、そういうの調うん。べたんですよ。調べるの好きうん。だから。そうすると今度は波動説、もう光が波になる。波だとはい。光の干渉はい。とかしますから。で、はい。今度マックスウェルが電磁波。で、最終はい。的に今のなんか先生の話みたいに波も証明されてて、粒も証明されてるけど、じゃはい。あどっちなのの中で、このいろんなところで証明されてるのをまとめたのがアインシュタインで、結局うん。粒子でないと説明がつかないところとか、波じゃないと説明がつかないところから光の二面性で今の量子力学がなりましたっていう、それがすごい面白いなと思ったんですけど、まるはい。でなんかその話を今聞いてるみたいでした。先生の話が。科そうなん学者もですよ。波。ちょこちょこ知ってることをほったらはい。かしにしてるんですかね。そうなんですね。で、生物学者は分かっているし、うん。工学のロボット学者も分かっていることが、うん。人間のバイオメカニクスという生態力学や医学は分かっていなかったっていうことですああ、ね。なるほど。だから、うん。でも矛盾があるのはなんとなく分かってるけど、そのどままに、なんとなく辻褄を合わせた理なんとなく、論が、なるほど。60年間辻褄が合ってるような、合ってないようなで、まあみんなそう言ってるんだからそうだろうで、あ、も60年う、間。科学、いや、これが本当先生術もそうなんです。なんか、うん。もう何百年も前にできたもので、辻褄合わないんですね。木星と、あの、土星がこうなってる時はこうですって教わるけど、そうなってる時にそうならないとか、お牛座の人は頭使いませんだけど、いっぱい頭いいお牛座がいるとか、辻褄合わないのみんなちょっと気づいてるんだけど、まあ、ほっといて、こう教わってるからこのままやろうよみたいな、学校のうん。授業とかも結構そういうのあるかもしれないですけどもね。だからそのままにしておくのか、そこにリスクを経てでもメスを入れようとするのかっていう、生き方の多分違いで、はい。先生はこっちの方で、私も僭越ながら先生術に関しては同じように辻褄合うまでやろうとする方で、そこでさっきの話じゃないけど、まとめるわけでもないんですけど、波動があって出会ったのかなと勝手に思っております。ねえ、本当にね、あんま出り、会いもね、波動ですからね。そうなんですよ。マキちゃうん、んとは全く、なんていうのかな、美穂さんを通じて、ほとんど知らない状態でマキさんがめっちゃそうです。世話してくれてって感じで、いやいや、す面白い。ごい、なんかそういう理論とかが、私好きなので、勝手にファンです。ね、本当に科学っていうのは、もともとは星を見てたって話なので、そうですね。一ね、応大いなるものですからね。そう、宇宙その中でを見てた。私たちが生きている。もう液鏡もそうだと思いますけうん、うども、自ん、然法則をどう見てったかってうん。う話にん。なってくるので、それをどう読むかの話が、それがようやく科学が追いついてきたんじゃないのかなっていうのはすごく思いますね。それは素晴うん。らしい考え方。うん。数学はね、その目に見えないものだけどそこに存在してもね、例えばインフラレッドとか赤外線だって見えないから昔は存在してないと思われてたけど、見えないけど存在していて、使い方をこう知るとね、X 線とかもそうですけど、いろいろ使えるっていう、これでもやっぱり見えないものを見える世界で使えるようにするのは科学の力ですから、なんかそれうん。がもっと発展していくのかもしれないですね。もう本当既存のもので基本納得するだけじゃなくて、リスクがあってもチャレンジしていこうという生き方ですか、先生は。そうですね。まあリスクは別にないですけどね。そんなに。なるほど。だからそう思えるところが、そうですね。なんか新しいことは全て一応リスクじゃないですか。今まであるものに、そうだねって言っとくのが、なんかこう安全な生き方で、多くの人が多分そっちを取るんでしょうけど、いや、違あ、うかもっそうなんだ。ていう、私、またちょっと話が飛びますけど、大学で心理学を習った、本当にはい。心理学の1限目か2限目か、一番最初にうん。聞いて衝撃だったんですけど、例えば2人の候補者がいて、うん。
一人は安全で、もうとにかく、安全で真面目な人。で、もう一うん、人は改革とかをできる人なんだけれども、ちょっと危険な思想も持っている。っていううん、候補者がいたら、どちらをにボートしますか、どちらに票を入れますかっていうと、50%ずつになるんですね。変えてほしい人もいるし、安うん、全がいい人もいるし。でも、全く同じ人たちに同じ質問を同じ人たちに同じ候補者でどちうん。らが嫌ですかっていう質問をすると圧倒的に後者嫌な人が多いから、つまりこの質問の仕方をすると前者が通るっていう心理学。つまり人間っうん、てデフォルトでは変わらうん、ない方を選択し続けるからっていうのをうん。聞いた時に、あ、じゃあ私も今日まで変わらない選択を多分し続けてきたんだっていうのが結構衝撃で、変わらないとええ、成長しない。だからうん、人は基本成長しないんだっていう心理え学上。え、じゃあやっぱり成長する人っていうのは変わる方の選択だから、やらないよりもやる選択を、するっていうん。う人ってすごく少ないって心理学で教わって、でこういうのをするあ、人たそうちが、なんだ。そうなんです。でこれやる人あ、たちが科学者、そのはい。発明家、今あ、のでも既存じゃな欲い。求としてはあるから、それを押すんだね、多分ね。そうですね。で、半々になるんだね。そうそう、そうなんです。だからどちらがいいですかだと半々。でもどちらが嫌ですかって聞かれると、リスクを避けようとするので、この人嫌で、ちょっと危険なの嫌の人がこっち側の人もこっちに入れちゃうっていうぐらい、ええ、人間のデフォルト設定はそうだから、でもそういう人たちばっかりだったら科学は生まれない。今言うん。われてるのと違うことを証明しようって、こう言った人たちが、科学者であるっていう感じですね、心理学上。そうなんですよ。実は学会には科学者は少ないって話になってくるんですよあ、なるほね。ど。じゃあちょっとそれも面白いかも。なるほどね。学会に政治は科学とかも者は少ないそうかも。ですよ。うん。みんな権威そうでに、すよね。権威の世界なので、権威の世界ですもんね。はい。権威の本当に世界です。そうですね。科学もはい。ね。長い間、こ科学。のさっきの波とあれも変わらなかったのは、権威ある人が言うと、みんながそっちになびくからっていう歴史もありまそうそう。それこす。そマックス・プランクって量子力学を完全にうん。発表した人は、物事が変わるのは、今までそれを述べてた人たちが、それを違ったって認めるからじゃなくって、その人たちが死んだ時から変わるよ。わかります。まあ本当に、まあ、スピリチュアルも科学も、トドのつまりはわけのわかんないものを扱ってるっていうことで、そうだよね。それの本当に一部を人間が捉えたものを表現してるだけなので、うん。うん、ね、そそこに興味を持ってもオタク的にだーっといったところになんか見えてう、くるうん、真実みたいな。で、それはもっとちょっとファンシーにスピリチュアル的に言うと、やっぱりそういう人に多分降りてくるっていうか、宇宙が白羽の矢をこの人に渡すと一生懸命とことんやってくれそうっていうところに多分降りてきて、佐藤先生のところにやってきたんじゃないかと思います。ありがとうございの論ます。文がだから楽しみです。もう英語でもはい、来ると。でも全く新しいことになれば、最初ちょっとさっきも言ったように、なんか年を老いていくに従って諦めなきゃいけないと思ってたことが、ひょっとしたら解決できるかもしれないっていうところが私的には難しい理論ちょうどだな。あれですね、パート2がですね、うん、そこになります。だから今までのように、いかに筋力を多くするかっていうリハビリとかトレーニングから、いかに圧力をかけられるようなトレーニングとかリハビリに変わっていくでしょうってうん、話にそれすごいなって、楽しい。で、やり方とかでなんとかなるっていうことですよね。はい。まあ、いわゆる、古武術をやってるじいさんたちってうん、圧倒的に強いじゃないですか。はいはいはい。あれの訓練が修行なしにできるっていう感じになります。そこまでいくともう本当に人類の希望ですね。ノーベル賞うん。も夢じゃないっていう。人は何歳に面なって白いです。もジャンプできますよっていうことになるわけじゃないですか。そこがね、行くそと。いや、面白いです。もうちょっと話は尽きないんで、どんどんはい。なってしまうんですけども、論文全はい。部ここで話していただくことになってもなんなので、素はい。晴らしい論文を発表されるので、そこも皆さんに見ていただくとして、前半も見ていただくとして、今日はじゃあここまでにさせていただきはい。たいと思います。ありがとうございます。楽しいお話を本当にありがとうございました。あと、3月に、まきちはい。ゃんと一緒にオーストラリアでブースを出しますので、ぜひ皆さん来てください。そうです。
で、オーストラリアの方がひょっとして多く見てくださってるかもしれませんので、佐藤先生を指導に。いや、日本からもね、どんどん読んで。はい、ぜひ、オーストラリアではもう、それこそ本当にちょっとこう、ボディーマインドスピリットっていう、本当お医者さんたちもいっぱい出る、フェスティバルで。だけど、タロット占い師とかも出ているという、もう本当にこう、融合している世界を表している、有名なね、フェスティバルがありますので、そこで佐藤先生と一緒にね、出ようと思ってますんで、ぜひ遊びに来てください。はい。また、詳細は、はい。詳細は概要欄の方からはい、ですか。もうはい。出していきますんで、ぜひぜひ、はい。佐藤先生の佐藤式のYouTube の方もそうですし、このサブチャンネルがまた面白い、本当に。本ありがとうちゃんでございます。話さないようなことが話したり、なのでぜひ皆さん一緒に見ていただけると面白いと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ありがとうございました。ありがとうございました。